皆様こんにちは、セリナです。今回は1月発売の新作お気に入りコスメを使ったおすすめ春メイクをご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今回の動画では1月に発売された新作コスメを使っておすすめの春メイクをご紹介していきます。それぞれのアイテムの詳細なレビューやパーソナルカラーを交えたメイク解説などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して他の動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。それでは早速ベースメイクから仕上げていきたいと思います。下地とファンデーションに関しては1月発売のアイテムはご紹介しなかったので、今回は下地なしで使えるこちらカネボウのコンフォートスキンウェアというファンデーションを塗っています。これからご紹介する春メイクにぴったりな軽やかな素肌のような仕上がりを叶えてくれるファンデーションです。厚塗り感はないですが、適度に赤みや色ムラもカバーしてくれます。ツヤツヤしすぎないけれどマットにもならない素肌のような絶妙な質感がお気に入りです。それではこの上にベースパウダーを重ねていきます。ベースパウダーはこちら1月1日発売メイクアップフォーエバーの HD スキンプレストパウダー 0.2 というカラーです。こちらはメイクアップフォーエバー様よりギフティングいただきお試しさせていただきました。メイクアップフォーエバーのフェイスパウダーはサラサラで粒子が細かく全く粉感を感じさせないのに皮脂や汗崩れに強いというところが人気のアイテムですが、今回のリニューアルでサードっぽさを残しながらもパウダーによるカバー力がアップして、特にこちらのプレストパウダーは塗るだけでストッキングを履いたような自然なのに補正された肌に仕上げてくれるところがすごく綺麗です。メイクアップフォーエバーのラベンダーカラーはこんな感じで明るくなりすぎないけれど自然に透明感を与えてくれる感じで、白っぽい肌に仕上がるのは苦手という方にもかなり使いやすいです。お直しの時は付属のパフを使って毛穴をしっかり埋めるように塗りますが、朝仕上げる時はこんな感じで大きめのブラシを使って顔全体に軽く置くようにのせた後、優しくくるくると磨きます。こうすることで重さや厚みは感じさせないのに肌を滑らかに整えてくれます。パウダーを塗っていない方と比較をしても厚みは全く出ていないのに毛穴や凹凸を感じさせない滑らかな肌に仕上がっているのが分かりやすいと思います。近くで見るとこんな感じで肌に溶け込むように馴染んでいるのに毛穴や凹凸は綺麗に埋めてくれていますよね。そしてラベンダーのカラーはファンデーションは標準色を使用する私の肌の上でも全然浮くことがなく、首元と比較をしても明るくなりすぎていないので、自然なトーンアップ感をお求めの方にもかなり使いやすいと思います。春らしいふんわり柔らかい印象の肌に仕上げたい方におすすめです。続いてポイントメイクに移る前に眉を仕上げていきたいと思います。アイブロウアイテムは特に新作は購入しなかったので、今回はこちらのクリニークのアイブロウクイックライナーの03ソフトブラックを使って後ろについているスクリューブラシで毛流れを整えた後に眉の輪郭部分を描いていきます。続いてジルスチャートのニュアンスアイブロウパレット04を使用していきます。眉頭を薄くなるように眉尻に向かって濃くなるようにグラデーションをつけていきます。最後にエレガンスのフロッキーアイブロウマスカラ BR20 で仕上げていきます。はい、こんな感じでアイブロウが仕上がったので、続いてはアイメイクをご紹介していきます。今回は2種類のアイパレットを使ってメイクを仕上げていきます。まず1つ目は、スックのシグニチャーカラーアイズ新色の14有琥珀。そして2つ目はディオールの限定色、ディオールショーサンクルール623ピーチマニアです。まずスックの有琥珀は久しぶりの新色が登場という点でかなり楽しみにしていましたが、
全体的に深みがあってブラウン系でまとまっているのと、この左下の大粒のラメを楽しめるカラーがものすごく可愛くて、すぐにお気に入りになったアイテムです。普段からブラウン系のアイシャドウが好きでよく使用することが多いので、1月の末の発売日に購入しましたが、すでに何度も使用しています。ただ単品使いもものすごく可愛いですが、もう少し春っぽいイメージにしたいという時や、カラーメイクの要素もプラスしたいという時に、このディオールの限定色と組み合わせて使うのがものすごく可愛いです。今回はこの2種類のパレットを組み合わせたメイクをご紹介していきます。まずはスックシグニチャーカラーアイスの14番、有琥珀の左下のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。ベースにも深みのあるカラーがついていて、その上にさらに大粒のグリッターのようなラメが輝くところが、一色でも華やかでメリハリのある目元に仕上げてくれて、とてもお気に入りです。忙しい時はこのカラー単色塗りで使用することも多いです。続いて左上のカラーを付属のチップの太い面に取って、下まぶた全体にのせていきます。こちらはパールの艶めきをしっかり感じられるカラーなので、上まぶたのアイホール全体に仕込むのもおすすめで、下まぶたに使うと程よいツヤ感と陰影感で目元を自然に大きく強調してくれるのがポイントです。まずはスックの2色で仕上げるとこんな感じです。こちらだけでもものすごく可愛いですが、さらにこの上にディオールのディオールショーサンクルール限定色623ピーチマニアの右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。こちらは高発色なソフトマットタイプのくすみローズカラーです。ベースに塗っているスックのカラーだけでも目元に引き締め効果がありますが、マット質感を入れることでしっかり目元を強調してくれるのと、少し黄身のニュアンスが入っているローズカラーなので、ベースに塗っている黄身系のカラーとも相性もいいですが、程よく赤みを差してくれるところがバランスが取れます。最後に左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心から少し広めの範囲にかけていきます。黄身系のカラーで作ったベースにあえてこの青みの透明感をプラスするのがものすごく可愛いです。このままアイラインも引いていきます。ディオールのディオールショーオンステージライナーウォータープルーフの096サテンブラックを使用していきます。目尻に軽く跳ね上げラインを描いていきます。マスカラはエレガンスのカーラーメージックマスカラブラックを使用していきます。はい、こんな感じでアイメイクが完成しました。今回は2種類のパレットを組み合わせてメイクを仕上げてみました。黄身と青みをバランスよく組み合わせるところと、鮮やかさと深みがあるカラーがこの春特に人気だなと感じたので、透明感の中に程よい深みと大人っぽさを感じられるようなメイクに仕上げてみました。透明感カラーを使うとメリハリのない印象に仕上がるのが気になるという方にとてもおすすめです。特にディオールの623のパレットは単品使いもものすごく可愛いですが、一部のカラーをお手持ちのアイシャドウと組み合わせるのにもすごくおすすめなので、ぜひお試ししてみてください。続いてはチークです。チークはこちら。アディクションザ・リキッドブラッシュグロー003を使用していきます。こちらはアディクション様からグロータイプとフォギータイプ、それぞれ全色をギフティングいただき、お試しさせていただきました。私は普段は肌に自然に馴染むような質感のチークが好きなので、フォギーとグローだとどちらかというとフォギータイプのような仕上がりのものを選ぶことが多いですが、今回このグロータイプのみずみずしい絶妙なツヤ感がすごく綺麗だなと思ったのと、ツヤツヤに仕上がるのに下に塗っているベースメイクがよれない機能性の良さもとてもお気に入りになったポイントなのと、カラーについてもこういった黄身系のカラーを愛用することが多いですが、今回はこの青みがしっかり効いたパープルカラーがこの春のトレンドにぴったりだなと思ったので使用していきたいと思います。まず頬の高い位置に軽くのせて、こちらを指でタップするようにぼかしていきます。かなりみずみずしいリキッドですが軽やかなので自然に肌にこんな感じで馴染んでくれます。
カラーが一気につきすぎることもないので、カラー調整もとてもしやすいです。さらに足していきます。重ねていってもベースメイクがよれることなく自然に色がついてくれるので、リキッドチーク初心者の方にもかなりおすすめです。いつもよりも少し上に向かってぼかしていくと、ハイライトのようなツヤ効果も出て可愛いです。はい、両方の方に塗ってみました。ハイライトなしでも内側からパンと張ったようなハリツヤ肌に見せてくれて、明るく生き生きした表情を演出してくれます。カラーもしっかり透明感が出ますが、白っぽくならないところがポイントで、絶妙に深みもあるので、可愛らしい印象ですが膨張しすぎずに、チークの引き締め効果も適度に保ってくれるところがすごく絶妙です。そして質感も近くで見てもこんな感じで、フェイスパウダーを塗った上に重ねましたが、ベースメイクがよれることなく、カラーがムラになることもないです。伸ばしきってしまえばベタつきも感じにくいので、マスクをしたり摩擦が起きやすい環境で過ごすとき以外は、上からパウダーを重ねなくてもこの状態で過ごしやすいと思います。大人の透明感メイクに仕上げたいときにとてもいいアイテムだなと思います。最後、リップを塗っていきます。リップも2つのアイテムを組み合わせていきます。まず1つ目はこちら。コスメデコルテのルージュデコルテクリームグロー 020 と、ディオールのディオールアディクトリップマキシマイザー限定色053ピンクマニアです。今期は各ブランド、リップの新作アイテムの登場がかなり多かったですよね。スックやカネボウなど、ふんわりしたソフトマット質感に仕上がるアイテムも人気でしたが、今回のメイクではツヤ質感を重ねて作っていきたいと思います。コスメデコルテの020は、肌なじみはいいのに、鮮やかなカラーで顔色をパッと明るく見せてくれるところがポイントです。まずは唇全体にコスメデコルテを塗って、この上にディオールのピンクマニアを重ねていきます。はい、リップはこんな感じです。鮮やかなコスメデコルテの上にディオールを重ねることで、こちらに入っているメタリックのようなピンクのラメがより際立ってとても可愛く仕上がります。近くで見るとこんな感じで、絶妙なメタリックのツヤ感がわかりやすいと思います。華やかな唇に見せたいときにとてもおすすめな組み合わせです。はい、ではこんな感じで1月発売の新作コスメを使った春のおすすめメイクが完成しました。春カラーは例年から引き続き、今年もラベンダーやブルーなどが人気でしたが、今年は特に鮮やかだったり、春コスメの中では深みがあるカラーも多く発売されているのが特徴かなと思います。今回のメイクでは、黄身と青みのカラーをバランスよく、トレンドであるラベンダーやブルーをポイントに使いつつ、柔らかくなりすぎないように、ポイントで鮮やかさや深みも効かせてみました。近くで見るとこんな感じです。トレンド感や透明感を出しつつ、大人っぽい印象に仕上げたい時におすすめなので、ぜひお試ししてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。